それ現在開催中の Steam Next Fest で人気の新たな宇宙船協力型 FPS が登場するもなんだか揉めているということで、一体何があったのか、今回はジャンプシップの紹介を行います。こちらファスターザンライトを 3D のマルチ対応にしたような作品です。ファスターザンライトは宇宙船のローグライトもので大ヒットした作品でもあり、それに準じて作られたゲームが多々あります。ファスターザンライト系とも呼ばれ、近年ヒットしたスレイザスパイアもファスターザンライトを一部参考に作られています。よってそこそこ前のトレンドでもあり、今や類似作が世に溢れています。ローグライトカードデッキビルダーを歌うゲームが Steam で一番多いのではないかと思います。あまりに出すぎて日の目を浴びることができない作品が多々ある状況です。そんな中、それでも多彩な工夫がなされ、注目を集める作品も誕生します。今作ジャンプシップはマルチ対応ファスターザンライトという点が特徴なわけで、それが話題を呼んでいます。類似作の有名タイトルとして潜水艦もののバロトラウマや同じく宇宙船もののボイドクリューが一番近い作品ですが、明確にボイドクリューとは差別化も出しています。どんなゲームなのかですが、危険な宇宙を探索する最中、宇宙船の様々な場所が故障します。限られた資源をもとに修理や戦闘しつつ、より先を目指すゲームです。ファスターザンライトは長い道のりをどこまで先に行けるかが目標ですが、ジャンプシップは短めのミッション制です。拠点で何かクエストを受け、道中目標を達成し、無事帰れたら次のミッションをまた受けるという流れです。そしてこの作品ではマルチ対応ということで、その修理や戦闘を分担して行うのが一番面白い点となっています。何を修理するにしても手順は複雑めになっており、例えば宇宙船から宇宙へ出る際、ドアを開けるのに空気を抜く時間など待機時間が発生します。また素材を回収するにも都度宇宙船の外側の装置にアクセスし、それを船内に運び、シュレッダーで砕く必要があります。砕くとポイントとなり、そのポイントで様々なものが作れます。宇宙船の各部品だったり、戦闘用の弾だったりです。なので敵からの被弾が多かったり、弾がうまく当てられないと、それだけ資源が必要になるし、船内がパニック状態になります。こっちを修理しろとか、弾を作れとかです。資源は限られているため、それだけ連携力やプレイヤースキルが求められます。ただし永続アップグレードもあり、繰り返すほど宇宙船のデフォルト性能を上げられます。それによりある程度はより先へ進むことが可能です。ファスターザンライト基準ですと、それでも厳しめのバランスになっているかもしれませんが、むしろそれを楽しむゲームでもあります。次に特徴としては、人が宇宙空間を漂い探索できるという点があります。ここまではボイドクリューと似たゲーム性ですが、さらにジャンプシップでは FPS での戦闘要素が追加されています。そこらで銃を見つけたり、あるいはクラフトすることで敵と戦えます。敵の基地に自ら乗り込み、何かのスイッチを押しに行くさなか戦闘が発生します。その基地には資源があったり、新たな銃が見つかることもあります。銃にはグレードがあり、運が良いと強い武器を入手し、ミッションクリアが楽になります。またマルチ対応ですが、ソロでも遊べる工夫がなされています。ボイドクルーでは AI で自動的に敵に撃ってもらう仕組みでしたが、ジャンプシップは相棒のボットが人代わりに動いてくれます。宇宙船の銃座に座り撃ってくれたり、あるいは敵の基地を調べる際、一緒についてきてくれて戦ってくれます。とはいえ、やはり肝はマルチであり、フレンドと一緒にパニックになりながら楽しむ作品でもあります。どこか故障が発生すると、船内は赤色のアラームが鳴り響き、心が終始落ち着きません。誰かが敵の基地を探索するさなか、パイロットは宇宙船でそこらに漂う資源を集めるみたいな分担も可能です。それによりそれぞれ別のドラマが発生することもあります。これこそがジャンプシップの一番の売りでもあり、大きな特徴です。ソロで遊ぶ場合は元のファスターザンライトの感覚で遊ぶイメージに近くなりそうです。といった内容で話題を呼んでいるジャンプシップですが、ところが一部揉めています。私も調べるまではあれと思いました。なんと Steam の製品ページにはローグライトの文字が一文字も書かれていないためです。私は一つのミッションをクリアするまで資源を貯め道中得られるパーツでどんどん宇宙船を鍛えていくゲームなのかなと思っていました。いわゆる RPG 的育成を行う作品なのかと勘違いしました。しかし次のミッションが始まったら前回集めたものがなくなっていて、あれこれはもしかしてと掲示板を調べてみたところ一部荒れていました。
そこで開発の人がこの作品はローグライトですと説明していました。これ頭がバグるんですよね。集めるのを楽しむゲームだと思っていたのに、なんでせっかく集めたものを消しちゃうのとなってしまいます。初めからローグライトと書かれていたら、ボイドクリューの別バージョンかとさっと認識できますが、ミッション内容が何か集めてこい系のため、なおさら混乱します。ということから、ローグライト好きと嫌いとで喧嘩が勃発しています。擁護している人は、Steam のタグにローグライトと書かれていると主張していますが、人によってタグ表示は異なり、私からは表示されていません。そもそもタグはユーザーがつけるものなので、擁護するには適切ではありません。勘違いする人が出ないように、私もローグライトタグを追加しておきました。何にせよローグライトだろうと蓄積型だろうと面白いものは面白いわけで、文句が出てしまっているのは何かがちょっと足りないわけです。ただし少なくとも現状はデモ版なので、文句を言うにはまだ早いです。得たものは永続強化用ポイントに変換されるみたいな話もあります。そして前例としてこの手の好き嫌いで揉めたわかりやすい作品がダーケストダンジョンです。1作目がウィザードリー系、2作目がローグライトになり、1作目のファンが2作目を遊ぶと頭がバグります。何も調べずに続編かと思って買うと失望する人も出てしまいます。こういう事態をなるべく避けるには開発側からの明確な説明が必要です。1作目と2作目は全く別のジャンル、ゲーム性にしたという旨をです。繰り返しますが、ローグライトのロストやパーマッツ仕様は面白い作品であるならば機能します。それでもなお面白いとなります。むしろそれが良いともなります。さらに最近はローグライトながら得たアイテムを蓄積する仕組みも取り入れた作品も増えています。あるいは蓄積型のゲームに戦闘部分はローグライト要素を加える作品も出ています。両者の境界が曖昧にもなってきており、他にも多彩なジャンルが融合したゲームが多々出ているため、より開発側はなるべく自分の作った作品がどういうジャンルや要素を含むのか適切な説明が求められてきています。それにより思わぬマイナスレビューも減ります。ちなみにジャンプシップの早期アクセス開始日は2025年を予定となっており、デモ版は Steam ページからダウンロードできます。フレンドとある意味パニック系ゲームを楽しみたい方はチェックしてみてはいかがでしょうか。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。ジャンプシップ。なんか音はしませんが、どうかな？始めたら聞こえんのかな？さあ、こっからのようですね。まず設定見てみよう。日本語ありますね。英語以外はバグが予想される。英語の方がいいかな？まあ一応日本語で、ある程度遊んでみましょうか。一人称視点のゲームなんですかね。ジャンプスペース。眩しい。そのジャンプ。ここはクレーターですね。ってことでこっちか。ダブルジャンプ。コントロールでクラッチ。ホールドか。しゃがみ切り替え。これでいいかな。この船は利用できる。ここから入れそうだな。修理が必要である。修理キット。あそこにあると。これか。船を直すんですね。次はマテリアを探す。エンジンを直すのかな。マテリア。これ現在地？どこにマテリアがあるんだ？これかな？長押しでスキャン。ここにマテリアの貯蔵庫がある。お、これかな？いろいろ回収しましたね、勝手に。マルチツール。そして、ここに入れて、なんか作るのか。クラフトマルチツールアセンブラー。これ？長押し。マルチツール。これいろんな用途があるのかな？無限の玉。では回収しに行きましょう。マテリアを。これ開けるにはどうしたらいいんだ？これか。エアロック。後ろは閉まる。これ破壊すんのか。よっ！リロード。撃った感触はあんまりありませんでしたね。ゼロ重力。スラスターが備わっている。シフトで、ジェットドライブ。お！三人称してになった。アンセムみたいだ。さあ、目標に到着。もうちょいか。あれか。うらっ。ちょっと撃ってみたけど。あまり効いてる感じしないな。4発ぐらい。さあ、マテリアコンテナ。マテリア回収。ここにはめます。
OK。マテリアを砕いたんだね。そして、エンジンを作る。パルスエンジン。これを、あちらに設定すると。これ現在チュートリアルなんでしょうね。本番のゲームでも。こういったことが必要なのかな。損傷。マルチツールでリペアできる？長押しでいいの？そのようだね。これで修理完了。次は電源。なんだこりゃ。四角に移動してコンポーネントを起動する？なんぞ？どういうこと？パズル。これも瞬時の判断が求められるのか？何が正解なんだこれ。電源の入ってるマスにプラグを置く？どれが電源なんだ？ Q で回転。なるほど。ここら辺は今電源入ってないんだね。電源が入ってんのここら辺なのかな？青色と緑色のちょっと違いがわかんないけど。こっち置いてみようか。とりあえず OK だったっぽいね。これで飛べんのかな？宇宙へね。よし行くぞ。うわー、ドッキング解除。ああ、でかい。この船は。ディセーブルジャマー。ジャマーを破壊するのか。目標はあれだ。よし撃て。おお、すげえ。宇宙船の戦闘もね、かなり本格的ですね、このゲームは。船から素早く脱出できる？これ破壊するんじゃないの？そういうわけじゃない。とりあえず F で EXIT だと。もうちょい近づいてみようか。これいいかな？お脱出するにはさっきの場所かな？エアロック。また空を飛ぶのか。よし行くぞ。うわー。あった。はい。一瞬だった。アクティベート。ジャマーが無効化された。戻りましょう。ジップラインで戻れる。ここ、あれ？こっちで合ってんの？ジャンプマップ。違う銀河に飛べんのかこれ。どっち行くんだ？セレクトは、ナビゲーター、ハンガーに戻る。こっちは、墜落現場。こっちでいいのかな？ハンガー。どこかの拠点に行くんですかね？パイロットシートに戻ってジャンプを開始する。よし。行け。こっちか。C で、ジャンプドライブ充電。長押し。うおー。こういう演出はよくありますね。宇宙船もの。ともいきや、敵やってきた。やるしかない。ほら。丸いとこ狙うといいんだろうね。そうすることで当たる。照準あれに合わせるんだ。偏差打ちですね、要は。赤いところを狙うんじゃなくて。狙い。かなり被弾してるように見えるけど。まだ避け方とかわかりませんね。ローリングとか。ああ、故障してしまった。スラッサーが。さあ、急げ。これ本来は協力プレイでね、修理するといいんでしょうね。あれ、外に出るのどうしたらいいの？あっちに行く方法わかんないな。あ、自ら。飛ぶ必要あんのか、これ。脱出。あ、出た。こうやって出るんだ。で、目的地はどっちだ？スラスター故障。これか。ここが壊れてる。Q か E で回転できる。くるっと。あ、くるっとっていうか、こんな感じでね、カメラ回転だ。F。タイミングよく A フォース。これで OK。さらに修理。そういうことだね。よー。やったー。これで飛べるぞ。ハイパージャンプ。長時間放置するとバラバラに壊れてしまう。ジャンプだ。うわー。うわー。プロローグ成功。じゃあこっからが本番ですね。まずは素材集めかな？船を修復。これが現在の私の船。いくつか持てるんですかね？船の名前。変えられる？名前はプリドゥエンだ。色味とか変えられんの？あ、変えられるね。で、次は、マップを見て。なんだこりゃ。これは全体マップなのかな？赤色なんだ？ロック中。まだ行けない。現在ここにいるんですかね？アティラ。もしくはエイティラ。未知のミッション。現在地ここ？ベリット。ここにベリットあるね。これを集めるにはどうしたらいいんだ？ミッション選択。これでいいの？ミッションが開始した。お？ミッション継続時間20分。始まったぞ。うわあ。よし、行くぞ。プリドウェイン。次の目標決めろって言われてますね。なんか、あれっぽいけど。ローグライトっぽいけど。どっち行ったらいいかな？ナンパ線に
デレブフィールド。何パーセント行くか。敵もいんのかな。これのカメラは変えらんないのかな。一人称してんのか。あれ。タレットっぽいね。アウトオブレンジ。弾にも限りがありそうだね。画面中央左。結構、敵勢力いる感じ。なかなかでかいね、ここ。船が攻撃受けてる。おお、なんだ。違うところにやられた。タレットではなく。あれか。撃ててててい。味方も撃ってくれてるかな。うん。次は、あちらですね。よっ。おっとっとっと。これは特にエネルギーとかないのかな。いろいろ UI あるけどね。入り口はどこだ。入り口はここら辺かな。ああ、敵いる。雲型の何か。敵なのかこれ本当に。倒してあげる。結構いるぞ。こいつ新しいな。二足歩行タイプ。なんか強い。自爆シーケンス。まずいぞ。急いで脱するんだ。また新たな敵が。船はどっちだ。あれか。グラップリングで戻って爆破しましたね。さあ、お次は前方のこれ何。お宝マークなんだけど。取り外すってなんだ。弾薬箱。長押しで船に送れる。で、なんかいろいろ拾ってるね。マテリアル。長押し。味方に持ち帰ってもらえんの。レールガン。武器だ。持ってるアイテムを落とす。なぜ。落としてどうするんだ。さらに、メドスティーム。回復アイテムかな。船に持ち帰ってもらう。どんだけ持ち帰ってもらえるんだ。今のところ4つまで持ってますね。インベントリみたいな概念ないのかな。3、これ、アサルトライフルか。いや、ショットガンかな。ショットガンっぽいな。レールガンが強そうだけど。でかいね、これ。エイムできないよ。長押しで貯められる。うわぁ。弾には限りがありそうだね。ここか。なんか落ちてるね。さっきロボットに運んでもらったものかな。弾薬箱。修理キット。マテリアコンテナ。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方はぜひダウンロードして遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。